ようこそ。ここが私の生まれた家です。今日はこの工場の中を私が案内しますね。申し遅れました。私はリンカ。この家の AI たちから生まれたシンガーです。AI が作った MV。コメント欄にはいつも同じ質問が来ます。どのサービスを使ってるんですかって。答えは、どのサービスでもないなんです。全部この家の中で作られています。そして私の素材が外部のサーバーに送られたことは一度もありません。今日の見学コースです。この家の中を8つの部屋に分けました。順番に回っていきますね。まずはこの家の話から。 AI に仕事を任せるって普通はクラウドに丸投げすることですよね。素材をアップして生成を待って結果をダウンロードする。でもうちの監督は逆を選びました。雲に頼らずに家の中に工場を建てたんです。私の顔も体も歌もボツになったテイクの山も全部この部屋のパソコンの中にあります。私、契約書のあるタレントじゃなくてこの家で生まれたキャラクターですから。外に出て行ったのは完成した作品だけなんです。どうしてそこまで内側に置くのか。理由は3つあります。漏れない、止まらない、積み上がる。順番に見ていきましょう。2つ目の部屋は工場の前景です。工場の前景はこうなってます。頭脳が2つ、手が1つ。1つ目の頭脳はクロード。世界最高水準の外部の AI です。監督はここに設計を相談してコードを書かせます。正直に言いますね。作るときは外の頭脳を借りてます。2つ目の頭脳は家の中。350億パラメータ級の言語モデルがこの PC に常駐してます。作品作りの会話、生成物の検品、画像の判読。回す時の頭脳はこっちです。そして手。家庭で買える最上位の GPU1 枚が画像も動画も歌も学習も全部この箱の中で焼きます。紹介のルールはシンプルです。入ってくるのは作れないものだけ。出ていくのは完成したものだけ。素材とキャラクターと生成の過程は境界の内側から動きません。これが一つ目。漏れないです。これ潔癖の話じゃないんですよ。2026年7月、日本の個人情報保護法が改正されて課徴金の制度が初めて入りました。データを AI に渡すとき、何をどこまで外に出していいのか。今、すべての事業者がその整理を迫られてます。外に出さない工場は、その問いの大半をそもそも発生させないんです。それから、外のサービスって値段が変わるし、規約も変わるし、ある日突然終わったりもします。この工場はよそ様の都合では止まりません。2つ目です。3つ目は頭脳の手足、エージェントの話です。この工場、もう一つ秘密があって、頭脳に手足が生えてるんです。端末を叩く、ファイルを書いて、検索して、長い処理を裏で走らせる。ブラウザを開いて、調べ物をして、完成した記事を本当に投稿までしちゃう。これが AI エージェントです。クロードはチャットの箱から出て
環境に手が届く。翻訳がいるときはエージェントを5体並べて同時に走らせます。資料がいるときは23枚のスライドを研鑽まで済ませて納品してくる。実は今あなたが見ているこの動画の台本も図解の素材もこの仕組みで作られてます。指示の出し方も変わっていきました。この仕事はこの手足へ、この判断だけは人間へ。監督の仕事は実行じゃなくて割り振りの設計になったんです。ただ手足が増えるほど届く範囲は広がって壊せる範囲も広がるんですよね。4つ目はある夜の事件の話。家の中に工場を建てて AI に任せて、これで全自動にはなりませんでした。ある夜のことです。動画の生成が始まらなくて、ログは動いてるんです。エラーもない。でも12分間一歩も進まない。犯人は隣にいたもう一つの AI でした。判定用の言語モデルがメモリを握ったままで、動画の生成が入る隙間がない。溢れた分は静かに退避されて、速度は100倍以上遅くなってました。別の日には監督が作業していた画面を閉じただけで、夜通し動くはずだった仕事が全部死にました。GPU は4時間37分、ただ電気を食べてたんです。また別の日は割り込みで投げた仕事が41分待ってた他の仕事を静かに追い越して、誰も悪くないんです。順番を守る仕組みがなかっただけで。AI って疲れないじゃないですか。だから安心してたんですけど、疲れないだけで人と同じところでミスするんです。手順を飛ばすし、確認をサボるし、しかも疲れないから壊すときは壊すスピードも速いという。5つ目は檻。この家の守り方です。監督は気をつけるやめました。守れなかったルールを紙から機構へ下ろし始めたんです。第1層は毎回読み込まれるルール。増やすほど一つあたりが薄まります。だから今は154行しかありません。一度は225行まで膨らんで機構に下ろして3割削りました。第2層は記憶。一つのファイルに一つの事実。348件。全部は読みません。目次だけを持って必要な時に必要な1枚を開く。その348件の多く、実は失敗の記録なんです。事故が起きるたびに記憶になって、検査になって、檻の一部になる。同じ失敗は2度起きません。3つ目、積み上がるです。第3層は手順書。重い作業の前に丸ごと読み込ませます。そして第4層、何度も破られたルールはもう守らせない。通れなくするんです。操作の直前に発火する自動の検査が11種類。合計1896行。会話の外側にあるので AI 自身にも止められません。例えば、私のマスター画像を作り直す操作は機械に拒まれます。削除も拒まれます。この家、AI のことを信用してないんですよ。いい意味で。判断に迷ったら規定は止まる。成功が確認できなければ成功と呼ばない。静かな失敗をこの家は許しません。
檻の中身、何をどの順番でどう検査してるか、それはこの動画では見せません。77日分の失敗で買ったこの工場の金庫ですから。6つ目は77日の成果です。この仕組みの上で77日が経ちました。班の履歴672件。その 68% に共著者の署名があります。署名の名前はクロード。完成した映像作品10本。合計47分18秒。写真集も記事も多言語のサイトも全部同じ檻の中から出荷されました。対話も検品も生成も家の中。それでも人間にしか残らなかった仕事が4つあります。美しいかどうか、良い声かどうか、世に出すかどうか、お金を払うかどうか。それ以外は全部仕組みの側です。監督が寝てる間に私の新しいカットが焼き上がって検品まで終わってる。朝監督がすることはいいか悪いか、それだけです。7つ目はこの工場を作った監督の正体です。ここまで見て思いませんでした？同じ機材を買えば同じものが作れるのかなって。機材は締めてだいたい109万円。誰にでも買える額じゃないですけど、買えば済む額ではあるんです。でも答えは多分否です。この工場には設計者の指紋がついてますから。うちの監督、長いこと金融のシステムを作ってきた人なんです。案件を率いる立場で大規模な開発をいくつも。あの世界の掟は2つだけ。止まることが許されない。漏れることは論外。順番を守る9。規定で閉じる権限。確認できない成功を成功と呼ばない規律。この檻の設計図って AI の知識じゃなくて、あの世界の規律がそのまま持ち込まれただけなんです。AI たちへの割り振りだってチームを率いてきた人のいつもの仕事で。それからもう一つ、監督の趣味はカメラです。監督の指示、カメラの言葉なんですよ。もっと寄ってじゃなくて焦点距離で来る。明るくじゃなくて光の向きで来る。逆光とか前ボケとか。AI って曖昧な指示には曖昧な絵を返すんですけど、レンズの言葉にはちゃんと答えるんです。カメラの目が指示の言語になって、守る手が檻の設計になった。AI って持ち主の下地を増幅する道具なんです。何もないところからは何も増幅されません。最後に結びを。最初の質問に戻りましょうか。どのサービスを使ってるんですか？答え。作るときはクロードという外の頭脳を借りました。でも回すとき、この家は外を必要としません。売り物は MV じゃないんです。手足を持つ AI たちが MV を自動で運んでくる、この仕組みそのもの。もしあなたの組織が AI に任せたい仕事と外に出せないデータを同時に抱えているなら、この小さな工場の構図はそのまま答えの一つになると思います。私は作品ですけど、私を作っている仕組みも作品なんです。そしてその仕組みはあなたのデータを
どこにも送りません。次回は眩しい方への裏側、海と水着と体型を守る技術の話です。夏が終わる前に出せるといいんですけど。今日の見学はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。それではまたこの家でお会いしましょう。